皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。この絵は琥珀糖。途中までできていますね。キラキラと輝いていて綺麗です。こっちは輝いているけど、こっちはまだ輝いていない。今回は皆さんに琥珀糖が輝く瞬間を見ていただこうと思います。そこにはある法則があります。それを絵ができていく様子とともにお話ししようと思います。この動画の最後には驚きのお知らせがあります。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずは下書きから。私はいつも鉛筆で下書きをします。ご覧のようにカクカクと細切れの線で描いていくのが私のスタイルです。私はこれをカクカク書きと呼んでいますが、メリットとデメリットがあります。メリットは線の描き直しが少ないこと。大きくてダイナミックな線でラフを描くとかっこいい絵が描けますよね。ただ、線を描き直そうと思ったら、やり直す範囲がとても大きい。それから、ダイナミックな線がたくさん重なっていると、正しい線がどれなのか分かりづらいんです。そこで、カクカク書きです。一気にダイナミックな線を描くのではなく、カクカクと細かく描いていく。やり直しもしやすいし、意外とスピーディーに効率よく描けます。ただ、デメリットはこれです。あんまりかっこよくないんですよね。まあいいか。線画の工程に入りました。カクカク書きの下書きを綺麗な一本の線にしていきます。線画はこの先最後まで必要になる大切なガイドラインです。なので、丁寧に綺麗なラインを描くようにしています。ということで、早回しでどうぞ。線画の次の作業として、私はいつも下塗りをします。下塗りとは基本の色を単色で塗ってしまうことです。ここで色のトーンを決めてしまいます。この下塗り作業中にどこがどんな色になっているということを考えながら塗っています。色が複雑に絡み合った部分はどの色で塗っておくか。一旦この色で塗っておいて、後からどうやって書き込んでいったら手間が省けるかなど考えなければいけないことはたくさんあるんですね。単に色塗りをしているだけではないのです。では、鉛筆で書き込んでいきます。鉛筆の色を変えながら、色鉛筆のようにして使っています。冒頭で琥珀糖が輝く瞬間には、ある法則があると言いました。それは、透明で艶があるものを描くときに共通したものです。こちらをご覧ください。ガラスの玉ですね。光はこっちから来ています。中がグラデーションになっていて、濃い色がある。そして強いハイライトがある。簡単に言うと、これが透明感を感じる法則です。琥珀糖は形も複雑だし、こんな簡単な話ではないですが、考え方は同じです。では、輝く瞬間を見てみましょう。まずはグラデーションで表情を描いていく。濃い色を入れながら表情をさらに深くしていく。ここにハイライトなどの明るくて強い色を入れてみます。どうでしょう？輝きましたね。もう一度やってみましょう。グラデーションで表情を描いて、濃い色を入れながら形を作って、ハイライトを入れていく。すると琥珀糖が輝きます。こんな調子でどんどん描いていきましょう。ところで皆さんは琥珀糖が日本のお菓子だって知っていましたか？たまに SNS でも見かけるし、最近流行ってるものなんじゃないのと思われるかもしれません。実は琥珀糖は江戸時代に生まれた純日本産の和菓子なんです。原材料は寒天と砂糖。寒天は日本で生まれました。京都で旅館を営んでいたあるご主人が作ったと言われています。その旅館ではところてんの料理を出していました。ところてんは平安時代に海外から日本に入ってきたものです。ある時偶然に干からびたところてんからもっと透明なものができることを見つけました。それが寒天です。このご主人は寒天をお店の料理として出したところ評判になったそうです。あ、ここで琥珀糖が輝く瞬間がまた訪れます。グラデーションで表情をつけて濃い色も書き込まれています。ここにハイライトを入れていきます。すると輝きましたね。話を戻します。一方砂糖は800年代の奈良時代に中国から薬として伝わります。当時は高級品として一部の特権階級の人たちが食べるものでした。
江戸時代になると砂糖を使った料理や菓子が作られ、砂糖は普及していきます。ある時、寒天を考案した京都旅館のご主人が寒天に砂糖を混ぜてみます。すると、透明で甘いお菓子のようなものができました。これが琥珀糖の始まりと言われています。ということで、絵ができました。キラキラ輝いてるものってみんな好きですよね。宝石や金貨など高価なものや高い地位を連想するからかなと考えるかもしれません。しかし小さな赤ちゃんもキラキラには強い関心を示します。幼稚園では金や銀、キラキラした折り紙は取り合いになるほど人気です。実はそこには人間の本能的な理由があるようです。そのことについてはまた別の機会に動画でまとめようと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ここでお知らせです。タイノスケ Adobe Max 2022に出演します。Adobe Max とは Adobe が主催する世界中のクリエイターのための祭典です。Adobe の製品紹介や各種セッションが多数行われる世界同時開催のイベント。そこで私はフレスコのエキスパートとしてセッションに登壇します。初心者の方でも分かりやすくて楽しいセッションを準備しようと思いますので、皆さんぜひご参加ください。日本ではオンラインで開催されます。イベントの日時は10月19日と20日。私の登壇は19日午後の予定です。頑張ります。皆さんからのコメントを楽しみにしています。もし今回の動画が面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。